コン4入門の題材編第2回は文字の形を変えようその2というテーマでお送りします。前回から目指していることですけども、ゲームを作るときに大抵点数などの文字が表示されるのですけど、この文字のデザインをオリジナルのデザインに変えられるようになることを目指します。こちらの図が何もしていない状態でプリント文を表示した文字。右の図がデザインを変えた後に同じようにプリント文で表示した文字です。これができるようになることを目指します。軽く前回までおさらいをしておきます。プチコン4での文字の形であるフォント8ドット角と16ドット角の2種類がありました。方眼上に配置して表示することができるテキストスクリーンですね。これが5枚ありました。テキストスクリーンでは、どのフォントをどの大きさで表示するというのを指定ができました。これは5枚のテキストスクリーンそれぞれで設定ができます。X スクリーンで設定する画面の解像度と文字の表示する大きさを選ぶことで画面内に表示できる文字数というものが決まりました。これが前回した内容です。では今回の内容です。プチコン4の2種類のフォントというのは実際にはどこにあるのでしょうか。答えを言いますと、グラフィックページの5番というところにあります。プチコン4のグラフィックページについて軽く説明しておきます。プチコン4にはグラフィックページと呼ばれるグラフィック用のデータを扱うことができるページが6枚あります。実際には7枚あるのですが、1枚は特殊な使い方をしますので、ここでは説明しません。この6枚のページ、それぞれのグラフィックページは2048ドット角の正方形の大きさです。このグラフィックページそれぞれには0から5までの番号がついています。プチコン4を起動した直後の状態で割り当てられている目的を説明していきます。まずはグラフィックページ0です。グラフィックページ0は最初から画面に見えているグラフィックの内容そのものが表示されています。このグラフィックページ0に絵を描くと、そのままスクリーンに表示されるということです。で、グラフィックページは全部が2048ドット角というふうに説明しました。スイッチのスクリーンは、この X スクリーン命令ですね。で、解像度、いわゆる横と縦のドットの大きさを指定できました。初期状態は横400ドット、縦240ドットでしたので、この2048ドット角のごく一部を使っているということですね。X スクリーンで設定できる最大値は横が1024ドット、縦768ドットでしたので、X スクリーンで最大で表示できるように設定したとしても、このグラフィックページ0の一部分だけしか表示できていないということになりますので、いろいろな使い方ができるわけです。グラフィックページ1から3の3ページは、当初は空っぽで、何の目的も決まってません。いろいろな目的で使用することができます。グラフィックページの4番には、最初の状態ですでにたくさんのスプライトの絵とか、テキストスクリーンに表示できるユーザー定義文字。これ最初、1回目に出てきましたけど、ユーザー定義文字というものが書かれています。で、プチコン4の特徴として、最初から様々なグラフィックのデータが用意されてますというふうな特徴がありますけども、これはこのグラフィックページ4に書かれているデータがあるからです。スプライトやユーザー定義文字は、このあらかじめグラフィックページの4番に定義をされているんですが、これらを他のグラフィックページに変更することができます。例えば、グラフィックページ1にオリジナルのスプライトデータを用意して、そこを参照させるということもできます。で、グラフィックページの5番に
今回の目的である文字フォントのデータが置かれています。このページ内に8ドットのフォントと16ドットのフォントが両方書かれています。文字表示用のフォントデータの置き場は、グラフィックページ5の描画場所、ここから変更することはできません。必ずこの文字はこの場所に書かれているというのは固定されています。ですので、スプライトとかユーザー定義文字みたいに自分のオリジナルの文字をグラフィックページ1に例えば用意しておくというようなことはできません。よって、通常文字フォントのデザインを変えるという場合は、このグラフィックページ5の内容を変更することでしか実現ができません。では、ここまで分かったところで、実際にグラフィックのページを見てみましょう。では、ここから実験していきます。まずは、実験の準備として、ダイレクトモードで入力表示で使用されているテキストスクリーンの4番を8ドット角のフォントを8ドット角で表示するよう変更しておきます。T スクリーンのスクリーン番号4番で8ドットのフォントを8ドットで表示する。これで OK です。フォントが形が変わりました。では、あらかじめ準備をしておきます。準備といっても難しいことはなく、ただ単に A という文字をプリント文で出力するだけです。これで OK です。では、ここからグラフィックページを確認しに行きましょう。プチコン4にはグラフィックの編集ツールとして画伯というソフトウェアが最初から入っています。これを起動します。画伯の起動方法はソフトウェアキーボードであればキーボードの上部のこれですね CTRL と書かれたキーでキーボードを切り替えます。そして画面の右側にあるスマイルツールの中のこの画伯2番目ですね、2番目にある画伯と書かれたボタンをタップします。USB キーボードを接続していれば、ファンクションキーの10番 F10 キーを押せば起動することができます。ここからの操作は、ドックに接続している場合は USB マウスを使って操作するのが簡単です。ジョイコンでも操作ができますが、操作しづらいと思います。もし USB マウスを接続していないようであれば、ドックから外して、携帯モードにして、タッチスクリーンで操作することをお勧めします。左下に、これですね、ナビゲーターというタイトルのついたウィンドウがあります。これは2048ドット角の広大なグラフィックページを縮小して全体図を表示しているいわば地図のようなものです。まずはこのウィンドウが全部見えるように上に引き出してみます。タッチパッドで操作している場合はナビゲーターと書かれたタイトル部分をタップしたまま上にスライドします。マウスの場合はタイトル部分にマウスカーソルを当てて左クリックしたまま上にマウスを動かします。ナビゲーターウィンドウには G0 から DEF という名前のタブがついています。G0 からフォントまでの1、2、3、4、5、6、6つのタブ。これが先ほど説明したグラフィックのデータを保存する6箇所のグラフィックページのことです。ちなみに一番下の DEF っていうタブはスプライトの定義情報を確認するためのタブです。ので今回は触れません。最初は G4 にあたる SP っていうページが選択されています。ここには先ほど説明したようにスプライトのデータとユーザー定義文字のデータがあります。
今回説明している文字データであるフォントはもちろんフォントのタブにあるので、フォントと書かれたタブをタップもしくはマウスで左クリックして切り替えてください。ナビゲーター枠の中には左上に小さな正方形の塊と下半分に大きな正方形の塊、2つの塊があります。同時に画面全体にも文字が表示されました。今この画面全体の方に出ているもの、これがフォントの正体です。ナビゲーター枠の青い枠がここにちっちゃくあります。これが今この全体のグラフィックページの中のこの青いちっちゃい枠で囲まれた部分がこの画面全体に今表示されている領域です。もっと全体的に見渡してみたいので、画面右下の虫眼鏡のアイコン、これのうち左側のマイナスと書かれた虫眼鏡のアイコンを何回かタップもしくはマウスの左クリックでクリックしてみてください。とズームアウトしていってたくさんの文字が表示されていきます。ナビゲーター枠の青い四角も大きくなっていっているのがわかります。再びこのナビゲーターウィンドウの中を見てください。大小の正方形の塊があります。この今一部が見えているこの小さい正方形の塊、これが8ドット角のフォントの集まりです。でこの下半分の大きな正方形の塊が16ドット角のフォントの集まりです。ナビゲーターウィンドウの青い枠、これは、タップしてスライドするかマウスでクリックして滑らせることで、場所を変化できます。場所をスライドして16ドット角のフォントでも確認してみます。これですね。今この画面は、16ドットのグリッドです。グリッドっていうのはこの格子の分ですね。青い線の格子。今ここがチェックされてますので、ですね、編集画面に16ドットのグリッド線を表示っていうのはこの青い線です。で、こちらですね。こちらにすると8ドット単位のグリッドになります。はい、今これ16ドット角のフォントの場所を見てるので、こういうふうになってます。では、8ドット角の方に戻って、この A の部分ですね。この部分を拡大表示してみます。拡大表示は虫眼鏡の、プラスの方のアイコンを何回かクリックします。で、A の場所が画面の外にずれたら、この青い枠を動かして繰り返して、ある程度大きくなれば大丈夫です。もしタッチパネルで操作してタッチパネルの操作が難しくなったら、左ジョイコンのスティックとか方向ボタンで微調整ができますので、そちらを使ってください。では A の文字に手を加えてみます。タッチパネルで操作していたら、左ジョイコンの矢印のボタン、スティックの下にあるボタンですね。矢印のボタンで、全体画面の中にドットを示す青い枠が表示されています。この画面でいうとここですね。全体画面の中で枠が点滅しています。これを、
ジョイコンの方向ボタンで動かすことができます。キーボードは、矢印キー、カーソルキーで動かすことができます。で、ジョイコンで、操作している場合は、青い枠、ドットを表す青い枠を動かして、右ジョイコンの A ボタンを押すと、この青い枠の中にドットを打つことができます。マウスで操作している場合は、打ちたい点のところにマウスカーソルを持っていき、左クリックでドットを打つことができます。では、A の文字を適当に操作をして、A のデザインを少し変えます。では、画面の右上のドアのアイコン。これをタップ、もしくはマウスの場合はマウスカーソルを当てて左クリックをして終了します。保存しましたかと聞かれますけど、今回は保存してませんけども、実験の目的ですので、問題ありませんので、はいをタップもしくは左クリックして終了します。すると、先ほど画面に表示していた8ドット角のフォントで書いた A の文字が早速変更されていることがわかると思います。画伯を起動する前に使った A の文字がすでに書き換わっていることがわかると思います。これが通常の表示文字のフォントデザインを変える仕組みです。プチコン4の文字はグラフィックページ5にある文字が常に使用されています。ここを書き換えることで画面上の文字が即座に反映されます。これで仕組みは分かったので、あとはグラフィックページ5のデータを書き換えれば目的は達成できます。しかし、せっかくなので、これまで得た知識をもとに、次回以降、フォントを書くことに特化したフォントエディターというものを作ってみたいと思います。ここで満足して画伯でフォントを作成してももちろん構いませんが、もしよろしければ、フォントエディターの作成までお付き合いいただければ幸いです。今回はここまでです。今回はグラフィックスクリーンの5番にフォントがあること、そのフォントデータを書き換えると即座に文字が変わることなどが理解していただけたかと思います。今回のようにダイレクトモードで実験したり観察したりすることで理解は深まります。どうしようもなくなったらホームボタンでプチコン4そのものを終了して再起動すればいつでも元のプチコン4に戻るので怖がらずにどんどん実験しましょう。ご質問や解説してほしい項目の要望などがございましたらコメント欄にお寄せください。なるだけニーズのある内容に寄せていきたいのでぜひよろしくお願いします。また、動画の内容が良ければ、高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。では今回はここまでです。続きは次回です。次回までお楽しみに。